ちは先に走ってくる。次ですね。次取れたらいいけど。そんな簡単にいかないでしょうね。とりあえず試合に勝ったんでね。はい。得点よりはそれが大事なんだ。優勝できれば次につながる。優勝ってやっぱチームに恵まれていかんのでね、なんかその時の時代的な運とかありますよね。いろんな選手がその時にたまたま集まってたみたいな、黄金世代みたいな。サッカーって特になんかまだまだウエイト系のトレーニングが軽視されてるから、そういう意味では他のスポーツに比べるとジムセッション系のレベルは低いなと思うんですね。野球とかアメフトとか、僕らオーストラリアとかラグビーとか、このジムトレーニングのレベル違いが、それ単純に重いだけじゃなくて、ね、単純に重いものを持つってだけじゃなくて、いろんなメニューが、そんなトレーニングの仕方あるねみたいな。いやー、軽視されてるっていうのがあるから、あんまり知ってる方が少ないんですか、トレーナーの方とかでも。これは難しいんですよね。なんかサッカー選手に必要ないと思われていることが、せっかくの知識や研究結果とかがあるのも軽視されてる、され続けてる、他のスポーツよりそういうのが遅れてる理由かもしれないですね。ただ、導入され始めてますけどね。あ、本当ですか？最先端のところはね。この3セット目、4セット目とかになってくると、デッドのリスクが、怪我のリスクがどんどん高まるんですよ。多い時は5セットとか超えてくるんで、野球選手とかの筋トレの、ね、お父さん、やばい、筋トレじゃないですよね。だって僕、星稜の時の同級生の筋トレとかでも、多分サッカー界やったら、もう見たことない重さ。高校野球部レベルで。言ったらいいみたいなところですよね。今200ですよ。どうやって400いいんですか。ゼロからスタートしようとしてるじゃないですか。わかります。ビジネスじゃないんだから。まだビジネスでなんか5000億売ってて、いや、1兆いきますよって。倍ね。今、200上げ、200キロ上げて400キロいってるってことだよね。ゴリラだからね。12歳児かと思う。鬼の成長段階みたいな。トレーニングやったりとか、そんなに頑張る気もないものを、あんまりそういうふうに手がみたいな。ビッグマウス言っていいんですけど、だからそれは覚悟が決まってるやつだけにした方がいいです。僕もあんま覚悟が決まってないやつは、あんまでかく言わないように気をつけてます。どうせやめるんやなって僕自分のこと分かってるんで。不安かったら細くなりますよ。言ってるから太くなる。なんか僕聞いたのよ、チャリを有酸素で超高速で回し続ければ、そしたら細くなるって言われてずっとやってたんですけど。いや、それはだから食がちゃんとやったんで前提でね。別にこのチャリなんか何ぼやってもアホみたいなの食ったら細くならないですよ。不安かったら痩せますよ。一回ガスしてるまで頑張ってみてください。もうげっそりしてください。ロジカルです。その代わり生死をさまようかもしれません。ロジカルですよね。違います。不安があったら痩せこけていきます。病院に行かないといけません。すぐ栄養を取ってくださいって言っていろんなものが詰め込まれてまたこうふっくりしてくるかもしれない。不安かったら絶対病気になりますよ。あ、そう、絶対なんです。絶対なんです。だって栄養足りないですよ。だから人間って食うようになってるんですよ。腹減ってきたら危ないから食えって言うんですよ。だから食いたくなるんですよ。で今度過剰とのバランスなんですね。食3回は別に正解じゃないですけどね。人が決めただけの話。食3はだって人が決めただけですからね。
腹減ってないのに食ってる時あるもん。それが良くないですよね。なんか腹減った時に適切な量食えるようなのが自然なんかなっていう気がしますね。僕最近それやれてる感じは実感としてあります。次取りたいな。次取ったら絶対乗る気がするのよね。ここほんま取りたい。少なくとも気持ちだけはめっちゃ前に出してる。実力、後からつけろ。俺が気持ちは先に走ってるから。お前は後から俺についてこい。魂、半歩先ろ。今作ったけど、俺も初めて言ったけど、魂、半歩先ろ。ちょっと。先に気持ちを先行させて、この物体、自分の実力や事実は後からついてくるって。いやでもなんか言語化したのが初めてなだけで、大体そんな時間の話する。大きなこと言うときは大体ですね。無理かなと思ってるけど、それでも言って魂をパンと前に生かさないと、先に気持ちだけでも先に生かさないと、本能的に身の危険を回避するのが人間が持ってる本能なんで、前にリスキーなことをやりに行くっていうのはやっぱり避けがち。ピーンって前に出しまいです。魂だけ。下半身400やりますから、余計なこと嫌だです。絶対もう言わないです。もう言わないです。やる気ないやんと。真剣にやってる人からしたらダメになってそうしかも調べてもないんで、せめて調べてこいっつって。だから例えば僕ゲームのクラロワとかはまだまだ行こうと思ってるんですよ。はい。でもじゃあ別に日本一じゃあクラロワで目指すかとかって言ったら絶対無理やなと思う。もう覚悟ないですもん。いやいや、覚悟を決まれたらもう12時間やると。ね、毎日クラロワ12時間やれると、好きやとやると、他のことやらへん。だったら僕口に出さないです。いや、いいっす。日本一別に無理とか思っててください。日本一になります。言いますよ。覚悟ないから、口が先に言えないね。とりあえずいけるところまで行こうと思います。今6350ぐらいトロフィーで、これも新記録で。日本一は今どれぐらいになるんですか？6000。計り知れない。7000ぐらいとか8000とかって僕ちょっと分かってるんです。だから翔馬さんとか7170ぐらい。で、多分キヨキヨさんとかもそのぐらいなんですね。多分7200いくかいかへんか、多分そんなにいるんですよ。で、もうさらに上がいるんで、多分8000ぐらいいいんじゃないですか。1個取るのって結構難しいんですか、やっぱり。2分でしたっけ、試合が。3分。プラス延長があるんですよ。3分でだから、マックスで4分ぐらいかかるんですね。1回勝ったら30ぐらいもらいます。単純計算だから3時間本気で全勝すれば一気にトップいけるってことですもんね、トップ層に。ロジカル的に。夢ありますよ。